はいどうも、アンバージャックでございます。今回の動画はですね、PE とリーダーの結束をですね、ご紹介したいと思いますね。私ですね、主にサーモンをですね、釣っているんですけれども、釣り方はですね、スプーンを使ったルアー釣りとか、浮き釣りとかいろいろあるんですけれども、メインラインをですね、基本的に PE を使うようにしてます。で、どうしても PE を使うとですね、PE とリーダーの結束というものが必要になってきます。で、私ですね、30年ぐらい釣りをしているんですけれども、ずっとですね、この PE とリーダーの結束について悩んできてまして、で、その理由はですね、そもそもちょっと結びにくかったりとか、結びやすいんですけれども、その結束強度がね、ちょっと信頼できなかったりとか、いろいろそういうね、一長一短を抱えて、これまでやってきたんですけれども、最近はですね、ここ10年ぐらい、一つの結び方に落ち着いております。で、それは何かと言いますと、基本的にはFG ノットなんですけれども、僕の場合ですね、FG ノットはあんまり上手じゃないんで、どうしてもこう、締め込むときにですね、リーダーがすっぽ抜けることが結構あったんですね。そこにですね、不満を持っていたんですけれども、レリックスノットというものがありまして、で、この FG ノットとですね、レリックスノットを組み合わせることによって、すっぽ抜けがですね、まず起こらない。で、比較的ですね、結ぶのも簡単な方法を見つけましたので、ずっとですね、私10年ぐらいその結び方で通しております。で、いろんな釣りをするんですけれども、スプーンの釣りですとか、あとはですね、タイラバとかもやりますし、ギングもやりますし、ジギングとかもやります。ただ結び方は基本的に今回ご紹介する結び方1本ですね。で、強度なんですけれども、実際測ったことはないですし、測る道具もないんですけれども、少なくともですね、私が今まで釣りをしてきて、この結束から切れたことっていうのは一度もないですね。ちょっとどなたかね、検証できる方は検証してほしいなと思ってるんですけれども、そういう形でですね、ちょっと今回ね、この第一成功さんのノットアシスト 2.0 を使ってやっていくんですけれども、これのですね、便利な使い方なども含めてですね、ご紹介していければと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでですね、今回使う道具のご紹介ですね。まず先ほどご説明したこのノットアシスト 2.0 と、あとはリーダーでございますね。リーダー。今回はですね、ちょっと分かりやすいように、16ポンドのね、このグレーのリーダーを使います。で、あとはPE ですね。これも分かりやすいように、蛍光グリーンのですね、PE30 ポンドを使います。よく切れるハサミとライターですね。ライターはあってもなくてもどっちでもいいんですけれども、それでですね、まずはですね、PE からね、ノットアシスト 2.0 にセットしていこうと思います。はい、それでですね、ノットアシスト 2.0 の PE のセットの仕方なんですけれども、特に説明する必要はないと思うんですけれども、このノブをですね、カチッとこう開いて、で、オープンにセットして、で、基本的にね、P をね、こうぐるっとセットすると思います。ただ、ここでですね、ちょっと一手間加えていただきたくて、糸のですね、呼び方、ちょっと便宜的に、この切れてる先っちょの方をですね、エンドと呼んで、で、スプールにつながってる方を本線と呼びますけれども、このですね、エンドがノットアシスト 2.0 にこうセットするときに、本線の上に来るように巻きつけてください。こうするとですね、後の作業が楽になるんで、まずセッティングはこうです。で、本線のですね、セットはもう適当にもう自然にこうノットアシスト 2.0 にこう挟んでいただければと思います。こんな感じですね。はい、これで P のセット完了です。ね、重要なのはこのエンドをですね、本線の上に来るようにしてこのノットアシスト 2.0 に挟み込むと。まずこれがPE の基本の形となりますね。で、続きましてリーダーでございますが、リーダーはですね、これエンドがありまして、で、こうスプールにつながる本線なんですけれども、今度は逆にですね、本線がですね、エンドの上になるように、こういう形でセットしていただければと思います。ね。僕は言いますけれども、エンドがあって本線があります。この本線がエンドの上に来るようにセットしてください。こうですね。はい。で、これが基本の形となります。あとですね、この PE のこのエンドとノットアシストの長さですね。この長さがですね、この編み込みやすさっていうのを最終的にこう決めますので、長すぎず短すぎずみたいな、だいたい僕は20センチぐらい通るようにしてるんですけれども、そんな長さでやっていただければと思いますね。リーダーも同じくですね、20センチぐらいがいいと思います。
はい。ということで、ここからですね、実際に編み込んでいくんですけれども、まあ、普通の FG ノットだったらですね、僕の場合はですね、リーダーがあって、PE があって、で、基本的にリーダーがね、この P の上に来るように、編み込んでいくんですけれども、まあ、普通の FG ノットはですね、こうやって、交互にね、下から上に編み込んで、で、下から上に編み込んでっていうのを、これ交互にやっていくと思います。こうやって、ね。交互に。交互にやっていくと思います。こんな感じで。ただですね、これだと、まあ僕の場合はですね、すっぽ抜けることが結構あったんですね。で、ここからがですね、そのレリックスノットという結び方をですね、応用した方法になるんですけれども、まずですね、FG ノットのようにこう巻きつけてはいくんですけれども、まずですね、このノットアシストの下側ですね、に1回巻きつけると。で、普通だったら交互に行くんですけど、ここでもう1回同じ方向に巻きつけます。こんな感じですね。で、上に1回。こうですね。で、同じようにですね、下側にまた1回。そして、また下に1回。で、上に1回。こんな感じですね。こんな感じでですね、下2回、上1回を1セットにして、どんどんと組み込んでいきます。で、僕はだいたいこれをですね、8セットぐらいやります。なんで8セットかというと、ちょっと今までそのセット数とかもね、いろいろやってきて、8セットぐらいが、比較的安定して上手に結べるのかなと思っておりますね。こうですね。これで8セットできました。そしたらですね、PE でこの PE 本線とリーダーを一緒にハーフヒッチしていくんですけれども、ここでですね、ちょっとこのノットアシスト 2.0 の便利な使い方をご紹介します。この PE の本線とですね、リーダーを一つにまとめたいんですけれども、その時にですね、このノットアシストの上側ですね、PE の本線を止めてる方をちょっとオープンにして、で、ここにこうやってリーダーを挟んでください。そうするとですね、これ、もうこれで、P の本線とリーダーがですね、1本になってるんで非常に結びやすいんですね。で、次に、この P のですね、エンドを止めてるものを外していきます。で、ここで最初に P のエンドをですね、P の本線の上にかぶせたんで、取るときにですね、これスルッと取れるんですね。ここが非常に重要です。で、ここで、ハーフヒッチですね。こんな感じで、ハーフヒッチします。で、一回、仮止めしたらですね、今度は、このリーダーの本線、結んでるものを取って、で、外します、これを。で、ここでもですね、このリーダーを止めるときに、本線を、リーダーのエンドの上にしたんで、これスルッと取れるんですね。で、このですね、リーダーの本線を今度はノットアシストの下側にセットして、で、止めます。これでですね、非常にハーフヒッチがやりやすくなるんですね。で、一回仮止めしてますんで、今度は逆向きに2回目、3回目とどんどんこれでP とですね、リーダーをこうやって一緒にハーフヒッチしていきます。5、6、7、8と、こんな感じですね。8回。僕はだいたいこう8回ぐらい結びます。はい。そしたらですね、次が仕上げなんですけど、最後にですね、この PE 同士をまたハーフヒッチしていって、で、P のですね、強度を上げていきます。で、その時にもですね、このノットアシスト 2.0 すごい便利で、
まずリーダーのですね、エンドだけをちょっとここから取ります。こんな感じで。で、これ邪魔じゃないですか。リーダーのエンド。もうリーダーはこれ切るだけなんで、このリーダーのエンドは。ただ、ちょっとここで、こっち側にですね、一遍、こうやって避けておきます。で、こうすることによって、PE 同士のですね、ヒッチが今度はものすごいやりやすくなります。こんな感じで、1回。で、ここで、僕PE 同士のヒッチはですね、僕の場合は交互にやったりはしないです。もう同じ方向にずっとやります。なんでかっていうと、これはただ単にその PE のですね、結び目近くを保護するだけなんで、形なんて保護するだけなんで、だからここをですね、こうやってちょっとPE で守ってあげられれば、十分だと思ってますんで、あんまり向きとか関係ないです。こういう形でですね、もう出来上がりです。これレリックスノットを応用した僕なりの FG ノットでございます。そしたらですね、あとは締め込んでいきます。なんで全部のですね、こうロックを解除して、でこう取ります。でこれはもういらないですね。こんな感じですね。でここをですね、ギュッと締め込みます。ちょっと濡らした方がいいんで、なんか水分をつけた方がいいと思うんですけれども、これでですね P の本線とリーダーの本線を持ってギューッと引っ張ると。これは糸をね素手で持って引っ張ると指切ってしまうんで、糸が太い時とかはね手袋をしたりゴムの棒とかにね糸を巻きつけた方がいいと思うんですけど、何もない時はね僕こうやってスプール同士でねこうギューッて引っ張ります。こんな感じで。で適当に締め込んで、これで完成でございます。あとはねリーダーのエンドを切って P もエンドを切って、僕はもうP のエンドをですねこう本線に結ぶ時にはもうダブルヒッチとかやらないですね。でここをですね焼いて、リーダーも焼いて、で焼きこぶを作って、これで完成です。メリットはですね、やっぱりそのリーダーと PE をこう編み込むときにですね、通常の FG ノットの1.5 倍結んでるんですね。なので非常にですね、ここにこう摩擦力がこう加わってすっぽ抜けることがほぼなくなります。で結構FG ノットとかを組むときってやっぱりそのこう組み込んだ時のですねテンションみたいなのをこう気を使わないといけないと思うんですけれども、このレリックスノットを応用した下2回上1回の交互の編み込み方であれば、多少ですねテンションがかかってなくてもやっぱり巻き付け回数が多いんで、すっぽ抜けることが少ないと感じてますね。結び目もこれ結構綺麗ですよね。ということでこれがですね私なりのFG ノットでございます。このですねPE とリーダーの結束ってすごい議論を呼ぶ話題だと思うんで、いろいろ賛否両論あったりご意見あったりすると思うんですけれども、あくまでもですね一つの参考として今回の動画をですねご覧いただければなと思いますね。はい、ということで今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いいたしましょう。